ベイクに行ってベイクでしか感じれない空気感でパンを買って神戸でしか食べれない味を食べて、それが価値になってもう一回神戸に行く理由になるっていうのがこのパン屋さんをやっている理由でもありますかね。うちはハンバーガーはやってるんですけど、このブリオッシュじゃなくてトルコのバンズでやってます。はい。
多分時間を見て。これカンパーニュの生地使ってドライフルーツとクランベリー、レーズン、あとくるみ、あとイチジクですねが入っています。
玉ねぎにちょっと甘み出したいんで塩を振りためて一緒に。ブルージェさんでは使わないんですか？使わないです、バーガーミンチは。どの仕込みもはい、オリジナルの味というか。そうですね、全部規制使わないんで全部手作りでオリジナルでやってます。このバーガーミンチに関してはこんだけ玉ねぎ入ってるんで、やっぱその野菜の甘みがあるようなバーガーミンチにはなってますね。ごめんなさい。それとビネガーとケチャップを合わせた、あとローリエの下味ですね。でこれでちょっと1時間ぐらい煮込みます。OK です。これで一晩寝かします。こっちで作ってるんですよ。手作りですか？あ、そうです。よいしょ。
らの前日パンなんですけど、ぜひ焼き直してから召し上がってください。毎日来ますよ。近くにレストランでパン使ってるんで。フレンチレレストランされてるんですか？はい、そうです。何を焼いてもらってるんですか？トラディション、パン、バゲット。はい、本物パンです。神戸イーバ本物のパン。ー。はい。ご出身はちなみにフランスからです。こちらはもうちゃんとフランスのの味はしてますね。はい。またね。バケットの今から分割入ります。これトラディショナルっていうバケットとベーコンフランス、あとチャバターで使用してますね。バケット2種類やってて、トラディショナルとさっきのムーっていうので、トラディショナルは、いわゆるハード系ですね。冷蔵発酵、長時間発酵させてるんで、小麦の、風味、味がすごい感じられるバケットになってて、でムーはフランス語で柔らかいって意味なんですけど、でそれ、日本人向きに、柔らかく仕上げてるきめの細かいバケットになってます。
要ですか？これパンプティングっていう余ったパン、いろんな種類のパンを集めて次の日焼くっていう形でやってます。レストランとかでもおろしてるんで、レストランとか端は使わなくなっちゃうんで、サイコロ状にカットして、でアパレルと一緒に焼き固めるって感じです。廃棄はゼロですね。はい。よく染み込んでます。すごい。いろんな。お腹いっぱいになります。あ、そう。ちょっと時間経てば。バタースコッチっていうソースがあるんで、それとバターを合わせて、でもまたさらに乾燥したラスクにあえて、でまた焼き固めてるっていう感じです。これがやっぱ一番うちの看板商品のソーセージブリオッシュ。一応ソーセージも自家製で作ってて、でこの型に合わせてソーセージのサイズを変えて、でお出ししてるって感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。I'm treating you. Yeah, this is hot. Alright, good choice, my man. 温める。オーブンです。はい。ください。ありがとうございます。少々お待ちください。口頭でレジの時に温めましょうかって言うようにはできるだけしてます。その方がもう温めた方が美味しいのは僕らも分かってるんで、す
そうやって食べてもらいたいなっていう感じで言ってますね。日本のパン、ユニークだ。ユニーク。ヘブンで美味しいすか？食べ物。ヘブン。来てください。来てください。バイバイ。さよなら。ソーセージブリオッシュの次に人気の商品で、フランスのクロワッサンに結構めちゃくちゃ大きくて結構バターの香りが強いんですよ。うちもそれに寄せて、結構大きめに作ってでも値段は300円とリーズナブルな感じでお出ししてます。発酵バターも使ってるんでバターの香りもすごい良くておすすめです。僕もともと愛知出身で自動車関係の仕事を10年ほどやってて、そこからちょっと飲食行ったりしてて、その飲食の時にそのルブジとかベイクのお店を知って何度かお客さんとして通うようになって、そこからちょっと働いてみたいなと思って愛知からちょっと修行って言ったら響きはいいですけど、そんな感じで入りました。パンは僕今年で3年目なんでまだ本当にペーペーですね。でもめちゃくちゃ勉強して毎日本も読みましたし、もう30超えてから新しいことを覚えるってことで、結構大変でしたし、やっぱその当時は結構朝早かったんで、今営業時間がちょっと遅いんですけど、前まで4時とかだったんで4時に起きるっていう習慣もなかったんで、それも大変でしたし、覚えることもいっぱいあったんでめちゃくちゃ苦労しました。でも僕に教えてくれた先輩たちがもう手取り足取り教
教えてくれて、そういった面ではなんかそういう先輩方にはすごい恵まれてたなっていう。で、今は店長ということでそれをまた下の子たちに教えていけたらいいかなって。メイク最初ここ来た時にとりあえずもうなんかかっこいいこんなパンダちょっと作ってみたいとか思って入ってみたら案の定めっちゃ面白くてハマり込んでます。ハマり込んで2年ちょっとなんですかね。シンプルで美味しいのがやっぱかっこいい関連でクラシックがかっこいいって学ばされました。でここのインパクトのある大きいパンは惚れましたね。シンプルかっこいい大きい僕に合ってるって神戸来てみたいってずっと思ってて、で就職で神戸来てすごいベイクのパンとかお店の雰囲気とかがめっちゃいいと思って直接やらさせてもらってっていう感じで、これからもっとなんか頑張らないといけないなと思います今回はちょっと取材をはい、おいていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい彼はバカ真面目で不器用けど何か一つのことをやり続けることには長けてますで可愛さもあるし、もう多分ああいう人が今後街を担っていくし作っていくしっていうことができる可能性を秘めた人だなって僕はいつも思ってます。ノアをクリームはいお願いします。チーズバーガー温めましょうか。お願いします。はい。ソーセージのブリオッシュはトースターとかフライパンで少し温めてもらったらちょっといいですけど。ありがとうございます。
隣でレストランを始めて、食事に合うパンを作ってたのがきっかけで、ここのカンパーニュとかはレストラン用に割と料理に何でも合うような味にしてます。うまみが強すぎないとか、小麦の甘みが出すぎてないとか、どっちかというと酵母の香りがあったりとか、割とその食中に合ったパンの味にしてるっていうのがまずレストランでパンを作り始めたきっかけ。でも神戸ってもともとパンの街なんで、そのやっぱパンの街の中でやる差別化されたものとして何がいいかなって思ったら、やっぱその歴史とかクラシックを掘っていくんですけど、ヨーロッパの文化のものなんで、実際フランスに行ってで、感じたこと、サイズ感であったりとか、香りであったりとか、全然やっぱり日本のものと違う、日本で独特にこう進化してきたパンの文化、それはそれでもちろん好きなんですけど、僕たちに合うものってなったらやっぱフランス寄りのものだから、より本質的で本格的で本物志向でっていうのがまずこのパン屋をやったきっかけではあります。でパン屋さんとかってやっぱ長い時間働くのがやっぱ当然なんで、このままだと下がやっぱついてこない、若い世代がいかに短い時間で凝縮した時間でギュッとして、そのクオリティを上げて、それに価値をつけてお客様に提供するっていうのが、僕の新しいパン屋の形、未来なんじゃないかなと思って、このパン屋をやっている理由でもあります。そうだからやっぱフィリングももちろんすごい進化して美味しいんですけど、でもやっぱフィリングの味になっちゃうんで、どの店でも同じ味じゃないですか。それを自分たちでカスタードからカレーから何から自分らで作るっていうのが、この僕たちのパンになるのがやっぱこのベイクの一番いいところかなと思います。ベイクに行ってベイクでしか感じれない空気感でパンを買って、神戸でしか食べれない味を食べて、それが価値になってもう一回神戸に行く理由になるっていうのがこのパン屋さんをやっている理由でもありますね。